レンズの量を教えてください。300円お願いします。はーい。ニンニクの感じが忘れられない。中毒性がある。39番でお待ちのお客様。週に2回から3回ぐらいですね。店主さんとかもすごい気前いいですし、最高ですね。7番でお待ちのお客様。こちらは今日使う分のスープですか？そうです。形になるので、隣のスープから移して量を調整します。今ここにある分がだいたい土日の1日分ぐらい。3日今日ぐらいですね。だいたい1日何本ぐらい、何キロぐらい使うん土ですか？日だと本数でいうと12、3本は出るかなと思います。部位で言ったらどの部位ですか？うちは2種類使ってて、バラ肉と腕肉を使ってます。どうして夢見てなんぼという会社に入社をされたんですか？ラーメン作れるようになりたいっていうのが一つ人生の後半の目標としてあって、それがラーメンをするかどうかにはあんまり直結はしてなかったんですけど、前の夢を語れという屋号でうちの代表の中村が働いている時に客として札幌の店舗によく行ってたんですけど、その時にラーメンを売るっていうよりはラーメンに付加価値をつけて元気なところを売るというか、そういった姿勢に感銘を受けて、ラーメンをやるんだったら中村のところでやりたいなっていう思いがあってここで働いてます。実際に今お店で働かれて何年ぐらいになるんですか？私は去年の12月からこの店舗で働いてるので、間もなくで1年っていうところですね。今日と明日使うチャーシューですね。こっちがバラ肉で入ってます。何キロぐらいって分かったりしますか15キロぐらいかなと思います。多くてこれぐらいですね。毎日ちょっとずつスープに入れてスープの味も作る元になっているので、毎日計算しながら過不足ないように入れてます。フードコートにある二郎系ラーメンってかなり珍しいかなと思うんですけど、どういうお客さんが多いですか？お買い物来てくれて家族連れで、例えばお父さんだけラーメン食べてるとか、そういった方も多く土日は特に多くいらっしゃるので、普段入りづらいかもなって思ってる方とか、あるいは家族と一緒に過ごさなきゃいけないけどどうしてもラーメン食べたいとか、そういう方は来てくれるかなと思います。フードコートのならではの良さというか、そういう使い方食べれるをしてほしいなっていう思いもあるので。やっぱ男性の方が多いですか？一般的なラーメン屋さんの男女比よりは女性の方が意外と女性も多いかもしれません。フードコートの力を感じてます。そういうところで年代は大学生とかというよりは家族連れとか20代30代の方が多いかもしれませんね。土日は特に。
お願いします。いらっしゃいませ。じゃあ出てきた食券全部お持ちになってお席でお待ちください。麺はだいたい何分ぐらい？麺は4分半で。伝票番号1番でお待ちのお客様、油が少なめの方です。はい、こちらになります。こちらになります。どうぞ。たまになんか食べたくなるので、ボリュームあっていい。夢見てなんぼ自体はどのようにしてできたんですか？夢を語る札幌から、独立した中村が作った店になってまして、中村の福岡移住に合わせて福岡には4店舗と、あと九州にフランチャイズで1店舗と、札幌に1店舗という状況になっています。中村札幌の人間でもないので、その屋号を使って今3年間だけですよっていうようなルールの下でやっているので、その3年経過とともに独立して今の屋号になっているという状況です。伝票番号2番でお待ちのお客様。じゃあお先に汁なしのお客様からお渡しします。お盆1枚どうぞ。こちらラーメンになります。お箸とレンゲと好きな調味料どれでもお持ちください。伝票番号3番4番でお待ちの方、3種類なしのオレンジの油、はい、と豚丼汁のせちゃいますか？はい。せっかくだからはい、こちらです。お先 100g のラーメンです。はい、お一つ目です。こちらが油辛め少なめですね。ニンニクは抜きです。7番でお待ちのお客様。今日はどうしてお店に来られたんですか？子供の高少年団の練習試合があるので、待ち合わせがここなんですけど、子供がラーメン食べたいって言ったからこういったラーメンは初めてですか？そうですね、一瞬多いのかなと思います。食べれそうですか？はい、お味はいかがですか？はい、こちらになります。お待たせしました。持っていけるか。はい、お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。はい、こちらとライスですね。はい、お待たせしました。お店にはよく来られるんですか？結構来てます。今日は汁なしの麺にやって出ましたね。食べきれそうですか？これぐらいだったらまだ全然味美味しいです。ニンニクの感じが忘れられない中毒性がある。は
麺入れちゃっていいわ。16番の伝票でお待ちのお客様、汁なしの赤い粉ですね。17番でお待ちのお客様、はい、こちらになります。初めての方だったら何グラムぐらいがおすすめですか？全く初めての方だと150とか200ぐらいだと野菜を多少多くしても食べきれるかなと思います。19番の伝票でお待ちのお客様、油がありの方ですね。こちらになります。お待たせしました。野菜のマシマシなんですけど、ちょっと加えたタイミングが取れますので、食べきれる良いところでストップしてください。大丈夫ですか？あ、これで。これマシぐらいしかないですよ。じゃあもう一発お願いします。キャベツ多めにしときます。ありがとうございます。結構すごいな。まあもやしとキャベツですからね。水なんで、ちょっと多めにしときますね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。伝票番号22番でお待ちのお客様、汁なし豚2枚赤い粉ですね。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。はい、ゆっくりどうぞ。はい、豚汁なしです。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。麺の量教えてください。300円。はーい。24番でお待ちのお客様、ごゆっくりどうぞ。お好きな調味料お席までどうぞ。昨日も来られたんですか？今日も来ちゃいました。多い時週に2回から3回ぐらいです。ここはもうずっと来てますね。多分20回以上は来てると思う。結構お近くなんですか？ほぼ10分ぐらい以内で来れるんで、店主さんとかもすごい気前いいですし、スムーズに食べれるっていうのも結構来ちゃう理由かなって感じです。これからまあ人気店になってったらちょっと習うかもしれないですけど、それはそれで嬉しいんで。じゃあもう完全にファンですね、お店の。なんです最高ですよ。こちらは今日作った分の。今日作った分です。今日と明日でおそらく使い切りますね。32番でお待ちのお客様、汁なしのニンニク少なめですね。赤い粉です。ごゆっくりどうぞ。お店の推しのメニューは何ですか？ラーメンの方は汁なしよりはうちは多く出るんですけど、豚汁なしと豚3枚入ってたやつは1枚目と3枚目がガラに2枚目が腕にぜひちょっと食べ比べてもらいたいんですね。それだと2種類の豚が乗るので。34番でお待ちのお客様、はい。丼5個入れてきて。
39番でお待ちのお客様。はい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ラーメンです。ごゆっくりどうぞ。51番でお待ちのお客様。52番でお待ちのお客様。こちらとナイフのショート生卵ですね。ゆっくりどうぞ。302枚ですね。はい、お待たせしました。お店にはよく来るんですか？初めて。二郎系はもともと好きで、どうですか、他のお店と比べて。美味しいです。こちらは何ラーメン？それ味噌です。よし、締めたできたよ。56番でお待ちの方。はい、こちらになります。お箸とレンゲと好きな調味料をお持ちください。